こんばんは。今回のボビーとワンビールはちょっと特別なんですよ。結構前にですね、ボビー、日本人の外国に対する思い込みは何ですかと聞かれました。でもなんかちょっと答えづらかったんですね。やっぱどこの国の人でも思い込みというのはあると思いますが、外国人として日本のこういう考え方は違うぞとあんまり言いたくない。だから今回はスペシャルで僕がお答えするわけではなく、日本人の外国に対する思い込み、本人たちの告白、動画クリップを集めてきました。その編集をお届けします。では早速一人目に聞いてみよう。ボビーとワンビールスタート。乾杯。ちょっと時間をください。パッと思いつかないかもしれないけど、絶対何かありますよね。あります、はい、外国人の方はオーバーリアクション。 Oh yes! Oh my god! それはちょっと本当にやりすぎ。いやでもね、そういうイメージがありますよね。イメージがね。いやでもそれ絶対イメージとしてありますよね。僕外国人リポーターの役で一回 CM に出たことはありますが、その CM の中の一つのセリフが Too much なお得というセリフがあったわけでも私の言い方でディレクターさんがなかなか納得いかんやったから、じゃあ今回ボビーそれをもっとアメリカ人らしく言ってって言われました。そのディレクターさんが指示してくれました。でもそれが僕がよく分からなくて、例えばどんな感じがアメリカ人らしいですかって聞いてみたら、そのディレクターさんが、例えばその too much なお得を too much なお得みたいな感じで言ってたら、もうスタッフが大爆笑。もうプロダクションスタッフが本物のアメリカ人みたいってみんなが言ってて盛り上がりましたが、アメリカ人から見るとそのどこがアメリカ人らしいかよくわからない。そんな喋り方するアメリカ人は見たことないしね。次、YouTube チャンネルをされているマイさんに聞いてみよう。マイさん、よろしくお願いします。私の外国人に対する、勘違いっていうか思い込みですね。アジア人の女性の人はこうキリッとした一重まぶたと黒くて長くてこうサラサラっとした髪の毛がないとモテないというふうに思っておりました。でも見た目はどうであれ、黒髪サラサラロングヘアでなくてもきっとその人本人が素敵な人であれば、モテるというかうまくいくもんだと、思います、ね。ですよね。いやでも髪を染めている素敵な舞さんが言うからこそすごく伝わります。そして髪を染める話って言えば、外国人っていうか、黒い髪を持ったアジア人以外の人種の人たちは髪を染めないものだというふうになぜか信じ込んでいて、もともとブラウンの、髪の毛の人がブロンドのハイライトを入れているのとか見ても、ここだけブラウンでここだけハイライト状にブロンドの髪の毛が生えてくるもんだと、思っていました。変な思い込みですよね。いや、そこまで変な思い込みではないですよね。これからももっと変な思い込みがいっぱい出てくるから。7days カレーを作ってくれた力武さん覚えてますか？力武さんは相変わらず元気で面白いことばっかり言ってますから、ちょっとご覧ください。ちっちゃい頃からやっぱりその外人さんの女の人をこう見たときに、やっぱり興味があるじゃないですか。はい。でやっぱりその思春期に、ちょっとエッチな本を、外人さんのエッチな本を見たときに、はい。そのプレイメイトだったり、プレイメイトブームやったね。やったね。でそういうのがずっと頭に残ってるので、それに影響されて、はい。だからなんか今でもそのちょっと金髪っていうか、はい、髪の毛の色の明るい、外人の女の人を見ると、プレイメイトかなと思ってしまう。思ってしまう。
やけん外国人の女の人だったらもうすぐそっちに行けそうな。そうそうそう、いけそうな感じ、もう今はもちろんね、はいそうじゃないんだよっていうのは分かるけど、すぐそう思ってしまう。他に何かありましたか？外人さんはみんな左利きだと思ってた。みんな左利きそうみんななわけないやん。みんなレフティーだと思ってた。じゃあそんなら若い力武さんは、いつか金髪のプレイメイトの外国人のお姉さんに左利きでしてもらおうと思ってましたわけですがもうね、自分がちょっと言い過ぎましたが、まあ、夢を諦めないで、力武さん。もう Boys be ambitious and all that。次、また YouTube をされている方にお世話になります。ランダム横というチャンネルをやっている横さん、よろしくお願いします。はい、これはアメリカに限ったことになっちゃうんですけど、私の中でアメリカイコール銃社会で、銃社会イコールみんなが銃を持っているっていう思い込みが幼い時にありました。例えば綺麗な女の人とかでもブランド品のバッグからこうピストルでできてバーンって人殺したりとかっていうのがあって、アメリカ怖えって思ってたんですね。でもまあどこの国も危ないですけど、銃はみんなとりあえず持ち歩いていないんだなっていうのが分かってよかったです銃の件ですね。よく聞きます。実は前のボビーとワンビールの話題に受け取ったこともありますよ。よかったら見てください。他にアメリカに関する思い込み何かありました？アメリカには西洋人しか住んでないと思ってましたなんかもうどんだけ無知なんだっていう感じですが、それは中学1年生の時にやっと分かったんですけど、英語の先生が明日ね ALT 連れてくるからって言って、そういう日があったんです。で、おー ALT かってみんなこう盛り上がるんですね。で、どんな人かなーって、おいスーザンっていうらしいぜみたいになって翌日英語の授業、うわ来た楽しみと思って、英語の授業で先生がガラガラガラ入ってきたんですよ。で、なんか後ろに誰か来てるんですね。あれ ALT 来るって聞いてたけど、あれ転校生かなって思ったんですよ。でめっちゃアジア人なんですよね。で日本人にしか見えなかったんですけど、はいスーザンですって言われて、めっちゃ日本人みたいな、中国系だったんですけどスーザンで、あれスーザンで、その時に初めてアメリカにはなんかそういう中国系とかアジア系の人もいるんだっていうのを初めて知りました。そうね。日本は昔から最初から島国やけんが、いろんな違う人種の人がいる中で生活することは想像しにくいかも。ありがとう、ようこさん。次、私の友達の高木さんは何か言いたいことがあるみたいですが、なんか大丈夫？怒る、絶対ボビー怒るから。言っていやいかんや大丈夫さ、ちょっと言ってごらん。外人さんってね、俺ずっとね、オーストラリア人は全然働かないです。やべボンジョビに言って